はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は9月前半のタロットリーディングと星の補足説明をさせていただきます。お願いします。やっとですね、やっと8月末で水星逆行も終わりましたので、だいぶすんなりとスケジュールを進めていけたりとか、仕事のこともね段取りつけていきやすくなるんじゃないかなと思います。ちょっと見てみますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。節制の逆、カップ6、ペンタクルスクイーン逆、ワンド7逆、ソードナイト逆、ソード6の逆、そしてペンタクルスのキング逆ですね。気をつけることが、ペンタクルス7の逆、死神逆、オラクルはカップ3の逆です。なるほど。ちょっと星の補足説明させていただきますが、やっぱ9月の前半っていうのは自分の心を整えましょうみたいな時で、非常に家の中でゆっくりするとか、一番いいのはとにかく家の中を片付けるっていうのがね、非常に効果的な気がします。これは自分の無意識空間とね、一致してますから、家の中っていうのは、そこが普段はもう気にしないんだけど、そこをあえてきれいに整理したり、いらないものを、ね、捨てたりとかすることによって、自分の気持ちも、何か無意識も整理されるっていうのがあって、非常に精神的にすっきりすると思うので、もしモヤモヤされてる方いらっしゃったら、ぜひ家の中の片付けとかしてみてくださいね。でそれは物理的にすっきりする方法としていいんですけども、もう一つはやっぱり何かね、自分の気持ちの中で混沌としていたものを整理して方向づけを決めたいって感じがすごくします。漠然とはなんとなくこっちがいいなとかあれがいいなっていうのはあるんだけど、はっきり決められないみたいな、そういうちょっとフラストレーションがあったのかもしれません。でそこも含めて、まずはこの混沌とした状態からいきなり「はい」っていうよりも、ちょっといらないものを外してみましょうか、ちょっとこれ整理してこっちに置いときましょうかみたいにするのが非常にいい時なので、何かを建設的に作っていかなくちゃとか、結果を出さなくちゃっていうふうには今はね思わないようにしてください。ちょっと整理しましょうみたいな感じの時になります。自分が止まって整理していたとしても、決して物事って後退してるわけでもないし、止まってるわけでもないので、ちゃんとエネルギーは充電されていっている、ちゃんと整うように充電されていってるっていう時なので、安心してくださいね。そして9月3日が新月になります。でこの新月って非常に物事をきっちりとやっていこうみたいなね、真面目な実務的なエネルギーがあるんですけども、そのエネルギーを持っておそらく双子座の皆さんって方向性を決めたいとか、この段取りとかスケジュールとか何か解決策を見出したいとかね、そういう感じに出そうだなっていう感じがするんですけど、ちょっとね仕事に対しての責任だったりとか目標みたいなものがちょっと大きすぎて、今の段階で決められないって感じがするんですね。まだもうちょっと開けてからの方が見えてくる。まだ全体像が見えてない時に全部のことを踏まえた上での計画立てられませんって感じがするので、なんとなくですけど9月3日の新月に関しては身近なところで整理するっていう感じがいいような気がします。そしてね、もう一つ8月の30日から金星という華やかさとか喜びとか社交性とか恋愛とかお金とかっていうのは喜びのところに入ってきますので、ちょっと人と話すの楽しいなとか、ちょっと日常の中に喜びは確かにあるよって感じがありますよ。なのでそこを感じながら責任とか役割ばっかり感じるのではなく、ちょっとした娯楽もちゃんと感じてねって感じがします。楽しむ時間もね入れてねって感じ。それがね、今回はちょっとそれをこのオラクルで感じたんですね。もう自分が思うように物事が達成してないとか成果を出せてないからといって自粛しなくてもいいんだよみたいな感じがあって、今できてるところまでで十分頑張ったんだから、それを自分に褒めだっていいんだよみたいな感じ。それを一時的に友達と遊んだりとかちょっと飲みに行ったりとかして祝福したっていいじゃないみたいな感じに感じました。今回ね非常にね入り口が節制の逆なので、もっと物事をしっかりと
したレールに乗せてこれで大丈夫みたいな、これがベストなんだって思いたいって感じがあるんですけど、なかなかそう思いにくい、状況がはっきりしないから、だからこっちの方がいいのかな、いやこうじゃないかな、ここで手打っといた方がいいかな、もうちょっと後の方がいいかなみたいな感じで思いやすいんですけど、迷ったところでちゃんと道進んでますよっていうのがすごく感じることなんです。っていうのはやっぱり過去にペンタクスのクイーンっていうのが出ているので、これは非常に自分の中でこれまでの情報や経験をもとに考えて決めて選んだ現状がありますよねみたいに言われていて、それをなぜ今自分は否定しようとするんですかみたいに感じたんです。今ので合ってるんですよみたいな、今の状態が合ってて、こっからまた面白い展開や物語っていうのは展開していくんだよって感じなので、なんとなく自分が間違ったんじゃないかとか、不利な状態なんじゃないかとか、達成できてないんじゃないかみたいに思うような、なんとなくこう自分にこうどしっと重たい責務を乗せているような感じがしたので、カードはもっと優しくね、いいんだよみたいな、今のままで大丈夫だからって言われてる気がして、なんかすごい優しいなって感じがしました。実際にもっとすでにね与えられている喜びとか楽しかったこととか、自分が誰かにしてあげて嬉しかったことを思い出してねみたいな感じで言われてます。喜ばれたでしょみたいな感じ、でそこからまたね9月の5日以降、火星というバイタリティが自分の価値っていうところに入ってくるので、頑張ってお金稼ぐぞとか、もっと自分を奮い立たせようとかですね、なんかそういう風になるかなとは思うんですけど、そうやって頑張れるのであれば頑張ったらいいですよ、全然ね。ただあまりにも強いプレッシャーを自分に与えすぎないようにしてくださいね。もっとなんか飴とムチがすごく、飴とムチのバランスが大事って感じで、今なんかムチばっかり自分に与えてる感じがするので、いやいや飴も与えてください、喜びも与えてねみたいな感じがしたんです。やっぱり人って物事ってやっぱり寝かせてうまくいくとか、ちょっと時間を置くからこそ落ち着くことってたくさんあるわけで、自分が思うスピードで全てが進むわけじゃないので、なんとなくこの9月前半っていうのはそういった自分の混沌とした気持ちを整理しましょうねとか、家の中でゆっくり休んでいいんだよみたいな、体も整えてねみたいな感じの時なので、前に進むことにエネルギーをそんなに応援されてないんですね。でも気持ちだけは前に行きたいってなってるので、そっかそっか、今家の中でちゃんとしとけばよかったんだって言ってしていただけると、過去に自分が決めたことの以上の成果っていうものを自分でちゃんと出せるって感じで言われてます。ペンタクルズからキングに成長してますからね。それでも自分でまだ認めないみたいな感じがあって、すごく逆位置が多いので、本来だったらちょっと自分を許したらよかったって感じになるんですけど、なんとなくこれ気を抜いちゃいけないんだ今みたいなね感じがすごくあります。なんとか保ってるんだからとかね、そんな感じでも何回も言いますけども、なんとなくもうちょっと自分に緩くていいんですよみたいな、今の状態までできたことをまず喜びましょうとか、今の状態でいることを他者とも分かち合いましょうとか、そんな感じで言われてます。なんか辛い時期とかね、今までのやり方ってもうやめてもいいんだよみたいな、再生だよっていうふうに言われているので、何を自分の中でやめたいのかなっていう感じですね。で一つはもしかしたらお金の使い方っていうのもあるかもしれません。現状なんとか回ってはいるけれども、もうそこまで必要じゃないものにはお金かけるのやめようっていうのもあるかもしれない。でなぜそのお金をかけてきたのかっていうと、なんとなくその自分のコンプレックスとか、自分にはまだまだ足りないっていうところからお金を出して何か知識だったり情報だったりの自分が得ようとしてきたけれども、だから自分が不十分だからっていうのではなく、今で十分なんだよっていうことを確かめてねっていう感じがしました。ちょっとそれを踏まえた上でね、お仕事のことを見てみたいと思います。仕事、ソードの5、逆はなしにしますね。ソードの5、そしてワンドの6、節制ということでいいですね。気持ちを本当にちょっと切り替えるだけで随分と仕事の流れ違うように感じるみたいです。
現実は多分そんなに変わってないんですけど、自分が焦ってる時ってまだかなとか遅いなって思うけど、自分がゆったりしてる時ってそうなんだみたいな、普通に流れを見れるみたいなね感じで、こうちょっとやはりちょっと休んでみたりとか緩んでみることによって非常に流れがスムーズに感じ始めるっていうふうに言われています。今はまだ初めの頃はなんか自分が休んじゃダメなんだとか、怠けている自分を他者に見せちゃいけないんだみたいな感じで、他者からの批判の言葉や他者からどう言われるんだろうっていうことを非常に気にしてちょっと硬くなってたかなって感じがするんですけど、力を抜いてみたらこれはうまくいってたじゃないとか、なんか急にうまくいったなっていうような感覚のする話が入ってきたり、いいニュースが入ってきたりして、大丈夫じゃない、こうすればいいんだみたいなのが分かって、非常にその後バランス取ってやっていきます。入り口がね、この節制の私から見ると逆になっていて、どうしようって思ってるんですけど、でも仕事で見た時にちゃんと自分でバランス取れますよっていうふうに言われてるので、焦らないでくださいね。むしろちょっと引いてね、休んでみることによって、自分が何かをするからうまくいくっていうのではなくて、安心して眺めていることによって状況がよく分かり、よくつかめて、大丈夫だ、こうなっていくみたいなのが把握できて安心するって感じがします。人間関係も見てみますね。戦車、カップ8、ワンド10ということで、そうですね、人間関係もともとね人との付き合い上手い方多いと思うんですよね。なのでただ言われているのは人との関係においては非常に勢いがありますと。でコミュニケーションっていうところではね、すごく今活発にコミュニケーション取れる時なので、今なんて全部ね SNS とかでいくらでも遠い人と話ができるし、自分が家にいて家にいながらでもお仕事ができる状態なので、時代なのでね、そういう上では人との関係性どんどん広がっていける。ただ自分が投げかけた分だけ全部入ってくるか、レスポンスっていうか全部反応が入ってくるかっていうとそうでもないみたいで、なんとなくたくさんなんか言葉がけだったりとか、SNS とかにしてもバーって見せるんだけど、100% 返事が返ってくるわけじゃないって感じね。だから7割8割返ってきたらもう同じですよねっていう感じで思っておいてください。でその中からちょっとだけ方向性を変えて人と関わっていくよっていうふうに言われています。なんか真正面からぶつかっていくっていうよりも、一応私今こういう状態ですとかこうしたいですみたいなことを他者に投げかけながら、でも私ちょっと休ませていただきますねみたいな感じで、ちょっとこっちの道から行ってみますねって言って何か人にそれを提示することによって、提示することによってあとは流れに身を任せるって感じかな。自分の手で何とかするっていうのは最初だけだから、おそらく今は何か誰かと向き合って関係性を作っていくというのではなく、私今こういう状態なんですっていうことを他者に見せることによって、あとはもう他者任せっていうか、あとはもう流れに任せるっていうような関係なんだと思う。関係というかそういう時なんだと思います。全体像で見た時もちゃんとしなくちゃっていうよりも、もうちょっと緩んでいいよとか、もっと楽しんでいいよっていう感じなので、自分が他者のために何かをしなければならないという意識はやめて、ありのままの自分を見せることによって必要な人と必要なタイミングで関わっていくんだなっていう感じ。自分がそこに何かをしなければいけないという意識を外してくださいっていうふうに言われてる気がしました。ちょっともう一回これ見てみようかな。ちょっと気をつけることを見てみますね。これ全体を通しての役割に気をつけてねって感じで言われてて、みんな誰だってね社会を生きていく上ではこういうふうに見せているとかいうのはあると思うし、これが自分の役割ですって思ってるのもあると思うんですけど、本当の自分っていうものを犠牲にしすぎていませんかみたいな、メッセージなんですね、これは。だから特に友達関係とか人間関係に関しては本当の自分でいいんだよって感じがしますよ。
やっぱりそれで出てきたのが真実っていうことで、本当の自分で役割を脱ぎ捨てた本来の自分の感情だったりとか感覚っていうものを、考えを見せていっていいんだよっていう感じ。そしてその後得られるものという出てきたのが自由ということで、解放されるみたいですね。自分で自分を縛っていたものから解放されるよっていうふうに出てます。最後は神の子ということで、やっとなんか明るい世界に行けるねということで、これは自分のバイブレーションが変わるんだと思います。周波数というか、こう自分がなんとなく最初の頃ってどうも自分で自分を責めているみたいな、こう強い感覚があるんですけど、もっとそのままでいいんだよっていうメッセージ何回も来てますよね。今回ね、じゃあいいんだなって言って、そのままの自分を見せる、このままの今ここまでやってきたことを自分で褒める、許す、そして自分を自由にさせてあげるってなると、自分自身の波動やいろんなものが変わって世界が明るくなるよっていうふうに言われてる気がしました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし何かしら良かったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると本当に嬉しいです。ではまたすぐお会いしましょう。ぜひ緩やかな時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。